漆黒のメタンよ。済んだもんなのだ。スペースエイジの続き。ナウビスの軌道上にプラットフォームを打ち上げたところからね。すでに機械を置いてるのだ。ということで宇宙での生産を見ていきましょうか。ファクトリオらしからぬ動きのこいつが気になるのだ。それはアステロイド収集機。アームを伸ばして宇宙を漂うアステロイドのかけらを拾う機械ね。腕がうにょーんってなるのだ。そして破砕機でアステロイドから素材を取り出すわ。アステロイドは現状3種類で鉄鉱石、氷、炭素を取り出せるのだ。アイテムの輸送は巨大チェストであるハブを介してみたけど、これは詰まるのだ。というわけで回収。ついでにスペースサイエンスパック、通称白パックを作るのだ。白パックの素材はアステロイドから取れる素材3種。鉄鉱石だけは精錬してからの使用ね。そういえば白パックはバニラだと衛星の打ち上げ報酬だったのだ。衛星の中に小さいおじさんが入っていて、裏でこの作業をしてくれてたのだ。ありがとう、小さいおじさん。これで白パックも完成なのだ。あとはハブの容量オーバーで詰まらないように、各アイテムが一定未満の時だけインサータが動くようにして、アステロイド収集機も手持ちが10個を超えたものは宇宙に捨てちゃうわ。例えば炭素のアステロイドでいっぱいになると他の種類を拾えなくなるのだ。この辺から回路が欲しくなるわね。まだ必須ではないけど、そのうち必須級になるのだ。何かおかしいわね。上に新しく置いた収集機、広域電柱の範囲外なのだ。最初電柱がつながってないマークが出たから電柱も運んで設置したけど、そもそもプラットフォームでは電柱がいらないみたい。間違ったエラーメッセージが間違った対処を生むのだ。あとは白パックを研究所がある地表に輸送ね。膠着パッドを置いてアイテムを要求すれば、ナウビス軌道のプラットフォームから送料無料で送られてくるのだ。予定してた荷下ろし場所とは違うんだけど、今は研究所近くのここで荷物を受け取るようにしましょう。もともとの予定地はモジュール工場やらで散らかってるのだ。きれいに作るのは整理してからにするわ。そういえば工場整理の最終兵器、物流システムは白パックの研究なのだ。あまり先を見てなかったから気づかなかったわね。物流システム含めて工場長がナウビスを離れてもいい体制を整えつつ、別の惑星に乗り込む準備を進めましょう。今回の BGM はプラットフォームで流れる音楽なのだ。今後もマップ固有の BGM があればそちらを流すのだ。さて、防いでおきたいのは列車の燃料切れね。バージョン 2.0 で追加された割り込み機能を使ってみるのだ。これの UI は分かりやすいわね。どういう条件を満たしたらどういう臨時スケジュールを割り込ませるかを設定するのだ。ロケット燃料が1スタックの20を切ったら燃料補給液に向かって補給。仮燃料の残りがあったケースなんかも考慮で時間経過でも出発するのだ。鉄板を積む液の上、ここが燃料補給液ね。カーブの都合で鉄板液とは行き来しづらいから、なんか変なことになってるのだ。だから工場が拡張工事中の不完全な状態でも、どこからどこへでも行ける保証しやすい伏線ラウンドアバウトは使いやすいのよね。スループットとか一つの観点だけでものを語るのは簡単だけど、いろんな観点から考えたいのだ。一つの指標を突き詰める、それ自体は良いことだけどね。ということで伏線ラウンドアバウト化も始めましょう。線路のカーブが変わって輪っかが一回り大きくなるのだ。思い通りの場所に線路を引くの難しくなってない？障害物を避ける性能によった感じがあるのだ。さてさて、研究で最初の入植先を発見したわ。ブルカヌス、火山の星なのだ。ブルカヌス、フルゴラ、グレバ、行き先は好きに選べるのだけど、攻略後にやることを減らせる星を選んだわ。脅威は反応させなければ OK。報酬の崖爆弾や長距離砲も手間を減らす方向の技術なのだ。グレバなんかは攻略後もやることが増えそうだからね。やることばかり増やしても折れてしまうのだ。
さてブルカヌスは溶岩から無限に鉄や銅を入手できるようだけど、説明を読んでも結局は行ってみないとわからないのだ。黙々と入植準備を進めましょう。初期交渉が枯れたので古い精錬書を撤去して板で入荷したり、黄色パックを作ってパワーアーマーマーク2を作ったり、レア力ガチャは楽しみだけど品質のために組み立て機を通すのが一手間なのだ。お出かけ中の防衛網を作ったり、地雷を3列くらい修繕は特になしなのだ。発動して壊れてもアラートが出ないから状況を把握しづらいのだ。どんなに頑張って防衛しても巣作り位置が悪いとアームに一方を取られるから、完封は最初から諦めた割り切った防衛なのだ。お出かけは10時間くらいの予定。それまで防衛しきれるといいわね。さて次は飛行訓練、元井操作方法の確認をしましょう。アーマーと武器以外は持っていけないのだ。荷物を全部置いてプラットフォームへ移動と。プラットフォームがそのまま宇宙船になるのだ。あら、ロケットの先端に工場長が乗ったわね。かたくなにロケットに乗らなかった工場長がついに。これで初心者卒業ってわけね。初心者を脱出したかったら4000円払うのだ。おおむね合ってるけど言い方が悪すぎるのだ。工場長はプラットフォームのハブに入ったみたいね。ハブからは出られないのだ。宇宙服とか着てないからね。で、どうやって地表に戻ればいいのかしら。ここに降下ボタンがあるのだ。さて乗り方と降り方は分かったし、本格的に船を作りましょう。移動に必要なのは船の後ろについてるスラスターなのだ。燃料に酸化剤、これらをスラスターに送ればいいのね。材料は白パックとほぼ一緒。宇宙で自給できるのだ。それから移動中はアステロイドから船を守る必要があるのだ。じゃあガンタレットを設置して弾薬も自分で作らないとね。という感じで工事しながらコメント返信なのだ。うぽつなのだ。いつもありがとう。ようやくクリアしてよその通常プレイは見れるようになったわ。まだ目に入れないようにしてる要素も多いのだ。チェンジログよね。これはその通り。ご指摘ありがとう。長文と向き合う時が来たのだ。片無くん。何がカタカなんて言ったもん勝ちよ。正しいかもわからないものを自信満々に言うから楽しいのだってバッチャが言ってたのだ。何でもいいから自分の軸を持つのだ。参考までにうちはソフトウェア開発がベースなのだ。あとは上等なことをやってるっていうためにわざと複雑化することは避けて、問題を単純化したりメンテコストが少ない形を選んだりかしら。その辺は型というよりしそうなのだ。アンコモン済んだもんなのだ。投稿時刻が迫っているので今回のコメント返信はここまでですわ。他のコメントやアクションも感謝なのだ。さて大体完成かしら。次回は全ての準備を済ませてウルカヌスに出発なのだ。それではご視聴ありがとうございました。